文野です。前回は胴体内側の塗装をしたのでね、今回はその続きで胴体を貼り合わせてから塗装を進めていきました。操縦席の前方に機銃の取り付け穴をピンバイスで開けました。機銃の取り付けは47線体と85線体で選択式になっています。エンジンは焼き鉄色、プロペラはレッドブラウン、あとシルバーを全体に塗装していきました。この後マスキングを剥がしたあたりで大失敗発覚します。しばらく塗装の方を見ていきたいと思います。塗装の方なんですけれども、エアブラシとパーツとの距離がこれやけに近いように思いますね。これ映像で今見てるんですけれども、この辺がですね、塗料の希釈とか、あとエアの圧力、あと塗料を出す量かな、その辺によって変わってくると思うんですけれども、やけに近いんですよね。この辺のエアブラシの塗装の仕方ですね、その失敗が自分でよく分かってないんですよね、今のところ。ですのでこの辺ですね、もうしばらくいろいろ経験してね、試してみたいと思います。これ今動きを変えてね、いろいろ試してるんですけどね、なんかプラプラして、これ結構ですね、濡れた直後はシルバー綺麗に濡れたなとか思ってるんですけれどもね、これがね、後々ね、この辺ですね、赤の塗料もね結構塗り分けて何回かに分けて、やっぱり近いですよね、これね。パーツとの距離が、これ失敗言うたら失敗ですよね。濡れたしどうのこうのじゃなくて、これはちょっと何か拭き方が悪いんですよね。あとこの白はですね、結構色がなかなか出なくて、だいぶ塗膜が分厚くなってますね。これで、マスキングテープを剥がす時にですね、縁の方がちょっとペリペリ剥がれたりですね、そういうことが起こってしまいました。艶消しの黒は結構塗りやすくてですね、この辺がですね結構調子乗ってますね。多分気分でねこう吹いてるんですけどね、だいぶ調子乗ってますよね、これ。この後黄色もですね、ちょっと色がなかなか出なくて、ちょっと分厚めに吹いてますね。この後マスキングテープを剥がしてからですね、シルバーの方ですね、こちらの方を大きく失敗していることが発覚しました。マスキングテープを剥がしただけでシルバーが剥がれてくるだけじゃなくてですね、手で触ったところがですね、全部ちょろちょろシルバーが剥がれてくるんですよね。全体的にシルバーの手で触ったところが剥がれてしまったので、筆塗りで修正しようとしたんですけれども、やればやるほど汚くなってしまってですね、これでシルバー大失敗になりました。こちらがエアブラシ塗装が終わった今の状態です。この後部分塗装や部品の取り付けがあるんですけれども、触れば触るほど汚くなっていく状況です。胴体側面の大きなムラは
マスキングテープを剥がす時にですね、手についた白がボディについてしまって、それを修正しようとして失敗した後です。白のマスキングテープを剥がしたところもガタガタですね。エンジンとカウルを接着したんですけれども、この後次回ぐらいですね、またプロペラの取り付けで苦労します。下面の方もですね、手で触ったところがシルバーが剥がれています。今回の失敗はエアブラシの失敗というよりも、塗料や塗装の仕方を知らなかった失敗ですね。このような失敗をしないように、シルバーを塗装するときにいろいろとコツがあるようなので、そのうちのいくつかをまとめてみました。今回の制作ではですね、合わせ目消しやパテ埋めなどは行っておりません。ですので、サーフェイサーや下地処理などは一切なく、プラスチックに直接シルバーを塗装しました。使った塗料はミスターカラーの C8 シルバーです。下地処理をしなかったので、塗料の食いつきが悪く、剥がれやすかったのも原因の一つと思われます。下地にサーフェイサーや黒とかグレーのソリッドの色を下塗りしておくことによって、シルバーの食いつきを良くさせる方法があるみたいです。あとシルバーの塗料にクリア塗料を少量混ぜておくのも良いみたいです。あと他にもですね、様々なメーカーからいろいろなシルバー塗料が出ているので、食いつきの良い高性能なシルバー塗料を使うといったことも一つの方法のようです。マスキングの方もですね、マスキングテープを一度カッターマットや手などに貼って粘着力を弱めてから使うといった方法もあるようです。あとマスキングをする前にクリア塗装をしてしまうといった方法もあるようです。以上で今回の動画でした。ご視聴ありがとうございました。